はい、1年あっという間ですね。気づけばもう12月。ということで今回も組み立てていきます。こちら、表彰ハングオンレーサー、ホンダ NSR500 二輪です。バイクのラジコン。NSR500 はかつての WGP で活躍してた名車ですね。ツースト 500cc の V4 エンジンのレーサーで、1984年から2002年までの期間をブラッシュアップしながら、数々の有名ライダーと共に戦い抜いた、そんなマシンでございます。このハングオンレーサーのモデルは、ミック・ドゥーハンが操り、シーズン3勝、シリーズ2位を獲得した1991年の NSR がモデルになってます。ちなみに NSR ってニュースプリントレーサーブリサーチの略らしいですよ。多分ですけど。そしてこちらのキット、実は今年再販の NSR の1個前世代で、ピニオンが樹脂製の頃のモデルなんですね。しばらく積んでおりましたコレクションでございます。今年2025年の夏前くらいにスズキの RGV ガンマが再販されて、そこから金属製のピニオンになってるみたいですね。で、最近には新しく70年代の YZR500 が発売して、この12月にこちらの NSR も再販という流れでございます。正直結構調整とかもろもろ難しいっていうお話も聞いてたので、買ったはいいけどっていう感じだったんですが、意を決してですね、作っていこうと思います。でバカーン出していこう。まずは説明書とステッカー、 H パーツ、外装関係ですね。 C パーツと D パーツ、ギアボックスとかダンパー類、 F パーツと G パーツ。 F パーツはバラバラになったライダーさん、 G パーツはハンドル周りとか、これもライダーさんに関わる部分のパーツですね。 A パーツと B パーツ、メインフレームとかスイングアームとかダミーキャリパーとかダミーローターとか。大きいパーツは以上で、あとはタイヤホイール、パーツ袋が12345と何もないやつ。1番がステムと何らかのシャフト類、2番がこれ多分ライダーさん動かす系のやつとリアのスプリングかな。3番がモーターとミッションスプロ系駆動用のチェーン、4番がホイールウェイトと、あとこれはフロントフォークの何らかじゃない。5番はライダーさんに使うネジ類とサイドガードかな。あとは工具とグリスと、このネジ類はスペアなんだろうか。意外と少ないね。で、今回はですね、まずこちらメッキフレームスイングアームセット、さっきの A、B のパーツに変わりまして、こちらのチカチカのメッキのパーツに変えていきます。それから前後ともオプションのオイルダンパーをつけていきましょう。そしてさらに念のため強化ギアスプロケット、ノーマルが樹脂製なのでこちら金属のものを使っていきます。あとはタイヤ、なんかこっちの方が良さそうかなと思ったので用意しました。ハイグリップタイヤセット、こちらのオプションも入れながらやっていこうと思います。で、メカ類なんですけれども、ハングオンレーサーの場合にはハングオンレーサーに最適な強小のミニサーボ、ハングオンレーサー用の ESC、 これバッテリーコネクターがちょっと特殊なんですよね。なのでこのコネクターに対応したハングオンレーサー用の日水バッテリー、そしてバッテリーを充電する時用の変換コネクター、あとは2チャンネルのプロポと受信機があれば動かせます。ということでこちらを使う方向性でやっていこうと思うんですけど、ちょっと違うメカも使えそうなら使いたいなと思いますので、そのあたりもやってみながら組んでいきます。ではでは、美味しそうだね。いただきます。で、今からスイングアームで、ここオイルダンパー関係してきそうなので開けます。やっぱこんな感じだね。先に作っちゃおう。
ここで早くも受信機と ESC が出てきますが、この裏、この部分にね ESC と受信機が乗るんですよ。使えるモーターによって ESC を変えたいからちょっと後回しにしましょう。で、今からサーボをつけていこうと思うんですけど、サーボのサイズにちょっと制約があって、この幅が 16mm 以下のものだったらつけれるみたいなんですよね。ちょうどここに収まるサイズだったらいけるぜと。もちろん強小のこのサーボならこんな感じでいい感じに収まりますよね。でね、ちょっとお取り寄せしていたサボックスの1262っていうミニサーボ、こいつが 16.7 とか8くらいなんですよ。これがつけれれば最高だなと思ったんですけど、残念ながらわずかに収まらず、こっちのケース側をいい感じに削れば入るんでしょうけど、強度が下がったりするのもちょっと怖いので、無理せずに強小のサーボでいこうかなと思います。で、今これが欠品してるらしいんですよね。なので他のメーカーのものだと、それこそ LC レーシングの BHC1 に付属してる D132F っていうサーボ、これならサイズ的に多分入るんじゃないかなと思います。他にも使えそうなサーボは探していこうかなと思うんですけど、お急ぎの方はですね LC レーシングさんの Amazon のサイトから購入できるはずなので、使ってみてはいかがでしょうか。ただ配線の長さが足りない可能性はあるので、そのあたりはちょっとうまいことやっていただかないといけないかもしれませんね。で、よく見るとね、この BHC1 につけてるクイックラン1625っていう ESC、コネクターが違うから強小さんのものを使った方が配線は楽だと思いますけど、もしもねこちらが欠品になった時にはこっちでもいいかもしれないですね。ということでやっていこう。入らんね。なんかここの穴位置が全然合わなくて、ここサーボのトップケースちょっとヒットしちゃってるね。これはサーボホーン浮かせようかな。お、これでいけたね。はい、ではいよいよここから駆動系を組んでいきますよ。特徴的なのがこの金属のチェーンですね。マジでチェーンなの。すごくない？これ超かっこいい。で、ここからこのギアとかスプロ系が登場するんですが、これもねオプションの強化ギアスプロケット。ちょっとこれ開けよう。すごい、すんげえじゃんこれ。味が濃い。いや、これはいいよ。やっていこう。で、ここからモーターが出てきますね。ノーマルがこのブラシモーターなんですけど、測ってみたらおおむね31,500回転くらいは回転数上がってたので、付属の3種類のピニオンで計算してみると 10T でおおむね 26.4kg、 12T でおおむね 30.8kg、 14T でおおむね 36.9kg で、ここからだいたい 10% 程度は速度が下がるでしょう。なので早くても 30km ちょい出るかなってところだと思うんですよね。でもせっかくなのでもうちょっと速度を狙いたいじゃないですか。なので物は試しということで、これつけれるんじゃないかなと。2435サイズのブラッシュレスモーター、ちょっと一旦これ当てがってみます。お、い
けそう？プレートのこの大きい穴使えばいけそうなんですけど、バックラッシュの調整がほぼできないね。このクリアランスにピニオンを合わせると多分 14T しかつかないかな。でもこれでいけそうなんで行ってみましょう。ちなみにこの組み合わせでリポバッテリーを使えば最高速度47キロ。でもちょっと下がって42、3キロくらいは狙えるんじゃないかなという狙いでやっていくよ。はい、無事モーターが搭載できました。で、ここから ESC を乗せていこうと思うんですけど、使っていく ESC はちょっと大きいんですけど、クイックラン 16BL30、この子を搭載していこうと思います。で、受信機は限られたスペースでもいかようにも対応可能な、このめっちゃちっちゃいラジオリンクの受信機で動かしていこう。では続き、サクサクやっていくよ。はい、フロントホイールが出来上がりまして、ここにね、このプラスチックのベアリングを入れるんですけど、せっかくなので、あらかじめベアリングに変えちゃいます。4mm 圧の1050ベアリングですね。やっていこう。だいぶかっこよくなってきましたね。で、ここからフロントフォーク。これもね、オプションのフロントオイルダンパー使っていきます。やっていくよ。
はい、できました。お疲れちゃん。塗装はちょっとこだわりたいので、また時間をかけて、というか、ボロボロになりそうな気配なので、一回このまま走らせてみようかなとも思っております。まだわかんないですけどね。しかしこいつは組み応えありましたね。作業工程自体はやっぱり二輪なので、四輪よりは少ない感じではありましたが、構造が全然違うので、とっても新鮮。注意点としては、各所にちょっとバリが多いのと、サーボの取り付け位置とか、分かりにくいところがカットしますって書いてあったりするので、説明書の隅々までしっかり目を通しつつ、現物もしっかり確認しながら組んでくださいねっていう感じではあるんですけど、作業自体はそんなに難しいっていう印象はなかった感じですね。ただ、メカ類の選定は結構限定される感じで、このサイズの ESC を乗せると、新規のスペースがほとんどないので、ラジオリンクの小さな受信機に助けられた感じがします。なので、ブラシレス化したい方はですね、なるべく小さな ESC と受信機を選んでください。今回搭載した 16BL30 のサイズ感でも結構いっぱいいっぱいでございました。で、実はですね、こちら YZR500 の方も組んでみました。やっぱりノーマルモーターの速さも知りたいので、こちらは京商さんのハングオンレーサー用の ESC とノーマルのブラッシュモーター仕様にしてあります。ただですね、この ESC よく見たらベックが 5V1A で、ハングオンレーサーに最適なはずの京商さんのデジタルサーボだと瞬間的に動かした時に誤作動みたいな動きをちょっとしてしまってたので、サーボをマウントするユニット側を削ってちょっと大きかったサボックスサーボを搭載していました。サボックスサーボの方だと誤作動がなかったので、もしかすると京商さんのデジタルサーボの消費電力にベックが負けてしまってるのかなという感じなんですかね。ちなみに LC レーシングさんのサーボを使う場合、これ違う名前だけど同じ ESC、 これで不具合は出てないので、こちらのサーボも問題なく使えるんじゃないかなと思います。で、この2台見比べてみるとですね、外装はもちろんなんですけど、ホイールだったりローターとかブレーキキャリパーとかもちゃんと違うんですよね。それから NSR は倒立フォークなのに対して YZR はちゃんと70年代らしく整立フォーク。これ激安ですよね。それではここでキングケニーに登場していただきましょう。はーい。彫りが深くて切れ長なお目目と高い鼻、これ真剣に塗れば結構ご本人に似せれるんじゃないかなという可能性すら感じるこのお顔立ち、頑張ろうと思います。関節の自由度もしっかりあって上手に作ってあるなっていう印象。面白いですよね。ちょっと動かしてみましょう。やっほい、いきますよ。この京商さん独自の SDSS っていうセミダイレクトステアリングシステムで、セルフステア&フォークごと傾けるっていうステアリング機構がこれまたよく考えてあるなと。そしてそれぞれのスピード感は、まずはノーマル、こんな感じ。そしてこちらブラシレスモーターを搭載した今回作ったやつ、いきますよ。タイヤ膨らんでたね。これ大丈夫かな。逆にピニオンが女子で良かったのかもしれないね。いやー、でもこれはね、マジで走らせるの楽しみですね。私、ちゃんゆかですね、かつてはボアアップしたモンキーで通学したり、今もとある2班レプリカをコツコツ直したりしてるんですけど、いざ RC でもバイクを触ってみたら、これまたグッとハートにくるものがありましたね。ただ、構造的な面でも、プロポの設定的な面でも、ちょっと大変そうな気はしております。でもですね、それも楽しませていただきつつ、またいい感じの走行編もお届けできるようにしていきたいなと思っております。これはちょっとね、すぐ撮影する自信がないので少しお時間をいただきますが、どうか一つ。朝下終わりー。